アイテムがあるんですよ。素晴らしいアイテムが。ユニバーサルカントというものですね。この上にビンディングを乗せるの。こう角度がつくようになるんだけど、で皆さん悩んでるのがぐるんぐるん回って上もぐるんぐるん回るのよ。そうそうそう。なんだかわかんないのよ。それ教えてくれんだね。はい、神です。エビドです。まずはわかりません。知ってる。あ、そう。はい、加藤です。でね、とりあえず今日はどこのご自宅にもね、必ず1、2本あるアルペンスノーボード。そうね。どこのご家庭にもあると思うんですけど、この前視聴者さんから質問がありまして、これ知ってるこれ？ああ、ユニカン？そう。ユニバーサルカントというものですね。通称ユニカンというものです。これの使い方を教えてくれと来たので、今日はね、こちらの板につけていきたいと思います。はい。ユニカンって難しいよね。簡単。嘘、なんかガチャガチャいっぱいあるじゃん。まあ。それ教えてくれんだね。そう。まずブーツを外します。まあ大体後ろ足につけるパターンがね多いと思うんですよ。でここビンディング、これをまず外します。ぐるっと回してそうするとネジが出てくるんで、これをいつもの電取りこれで回す、外す、ネジを外すとビンディングが外れます。このように。でこのユニバーサルカントをねこう乗っけりゃいいんですけど、これじゃつかないんですよ、残念ながら。もう一つね金属の部品が必要です。それがこちら。これがユニバーサルカントの板とこのビンディングをつける部品になりますね。まあどうやってつけるかっていうと、ビンディングをつける穴があると思うんですけど、じゃあここ、ここにこうポンと乗せるのよ。まず乗せて、よいしょ、このユニカン専用のネジ、これを4つ止めます。これじゃあスタンスとかは？スタンスとかはとりあえず最初の自分のスタンスとアングルあるじゃない。そこをまず決めてください。スタンス何センチっていうのと、自分がこのスタイルで滑りたいというアングルを決めます。そこを基準にします。フロントが50度、後ろが45度。それで今回は話を進めていきます。でこれを先ほど言ったようにこのネジですね。もともとこことここについてたんで、同じ場所にこれを置きます。で置いただけだとネジが入らないので、この上の部品が回るのよ、ユニカンってこうやって。分かりやすくやると、これがこうやってね、ぐるぐるって回ってないですけど大丈夫ですか？ここ噛んじゃうから、こうって押してぐるぐるっと回す。ぐるぐるっと回るから、この上の部分が。でネジの入れるところに合わせていくって感じね。そう、これバートンでも使えるように3点止めもあるので。あ、そうなんだ。そう、バートンでも使える。本当だ。これ普通の 4x4 ですね。置いてちょっと硬いのよこれ。硬いんですけど、これがねもっとね回んないやつもあるのよ。放置しとくと全然回んなくなる。でそんな時はアイテムがあるんですよ。素晴らしいアイテムが。ないですね。ちょっと今持ってくる。あ、来た。はい、お待たせしました。これが回らない時の便利アイテムがございます。こちらシリコンスプレー。これをねここの間にねシューッと拭くのよ。わかるかな、ここの間の黒いところ。シュー大丈夫。シューシューってここにシューシューってかけると、スルスルって回るようになるんです。これほらスルスル回るようになる。こうやってなじませると柔らかくなるんで、試してみてください。なんでシリコンスプレーがいいの？多分ねこれね、ゴムになってんだよね。ゴムと金属がなんか合わさってるみたいな感じだから、普通のね556とかだとゴムダメにしちゃうの。あ、そうなんだ。そう、シリコンだったら大丈夫。ああ、なるほどね。そう、自分もずっと使ってるから問題ない。耐久性も折り紙付き。では実際つけていきます。で合わせて、さっきのねユニカンのネジね、これねネジ間違いないね。こっちがビンディングのネジ、これね、こっちがユニカンのネジ。これ間違いないよ。間違えてつけた時は私はこれをビンディングにつけてました。俺もある。でこれ回るんで、こうね切り掛けがついてるんで、この切り掛けを合わせて、そうこれこの切り掛けに合わせてネジを入れて、仮止めね。ここで締めちゃうと後々大変なことになる。グッと締めるとこれがねこうなっちゃうんです。そうで後で締めるから、ある程度仮止めしといて、でこの上の部品をぐるぐるっと回して、ぐるぐる。仮止めって軽く締めるでいい？そう。オッケー。そしたら次ここ入れる、閉める、仮止め、閉める、でまた入れる、回してってネジを入れる感じでね。そうね、入れられるとこは一つしかないんだよね。よいしょ。あ、でもまだ仮だ。こうやって動くんだよ。こうグッと押して、角度をつけて、こうね。そう。こう回してやる。
でこれでネジが全部入ったんで、そしたらもう一回回します。回して本締め。本締め。今度はしっかりつけてくださいね。ふん。でここまでできたらこれね、これをここにかませます。ガツンと。ここね。ここにかます。あ、これを。そう、この爪をガツンと。爪をはめるって感じね。これでそうするとこれ上回んなくなるから。これが上に上がってるとこう回るのよ。はい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 。でここにガツンとこの爪に合わせて入れると、そう後ろ側の場合はこうなるようにね。こうね。そう斜め。こうテールが高くなるように。後ろが高い。オッケーオッケー。でまあこれでやっていくんだけど、次これこの謎の円盤黒いのね、これがどうなってるかっていうと、外します。これねばらけちゃうからテープとかでこう留めとくとね収納しやすいのよ。そうね。で結構ねぶん投げとくと割れちゃったりとか割れちゃったりするんだよね。でこれが2つにパカンとこういうものですね。これが表面、内側っていうとねこんな感じ、こういうものです。こんな感じでまずアッパー側上側ね、上側ね、あとロア側下側でどう見分けるかっていうと、まあちょっとね見てもらうと分かるんだけど、まずロア側下側の方はこっちがまあこうつくんだけど、このまあローって書いてあるんですけどね、これ書いてあるんだよ。そう書いてあるんだよね。でこの後ろ側こっちなんかギザギザがいっぱいついてるね。ぐわーってついてるでしょギザギザが。でこのギザギザがここの4つ。わかる？これ。これね。これか。そうこのギザギザがこのなんつうの出っ張りをはまるんだよ。実際これやってみるね。ぐるっと回すとカチャンってこうはまる。ああこうやって動かなくなる。そうこれで動かなくなる。でその上にこのアッパーシェルをカチャンってつけるとぐるぐるってやるとこういう風な感じで。全部が動かなくなるね。そう。でこの上にビンディングを乗せるの。オッケー。そうで締めるとこう角度がつくようになるんだけど、で皆さん悩んでるのがこれねぐるぐる回るじゃない。ぐるんぐるん回るのよ。これぐるん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 回って上もぐるんぐるん回るのよ。そうなんだかわかんないよ。なんで一通りこうやるのねっていうのが一つのパターンとしてそれをご紹介したいと思います。悩んだなんだよね。でまず最初に言ったようにこっちは後ろ足なんでアングルが45度に設定しましたよ。まあ皆さんね50とか58とかいろいろアングルあると思うんですけど、そのアングルをまず決めてください。でどうやるかというとこのアングルに対してこれに対してまずヒールアップっていうのがこういう感じ。ヒールがかかとが上がる。これをヒールアップ。で次にカントっていうのが足のこの向きに対してこうなる。斜めになる。これをカントで言う。で一番簡単なまず2パターン。ヒールアップだけやりたい。こっちをグッとこれだけやりたい。っていう場合にはこのユニバーサルカントで数字が見えるかな。数字が8と書いてあるんだよ。8って0から123456788と書いてあって、8が一番角度が強いところ。でこの下も書いてあって123456788って書いてあるから、あ本当だ。8のところが一番高いってことか。そう高いので0がここってことだ。そうでこっちも同じでこうなってるんだけどね、横から見るとぐるーっと。でここが8だ。ここが8。オッケー。でここが切り掛けついてるでしょ。カントっていうのが斜めになる。これをカントで言う。ってことはここ45度に対してこうなればいいんで、これを